ちょっとお米もらいました。先ほど。お米。信州。あ、美味しそうだね、これ。あ、新米だ。新米です。ありがとうございます。混んでましたか？ D&デルカ。いや、今今までD&デルカの中も映像、ライブやったんですよ。はい。やって、ガラガラでしたね。ビール、秋味。秋味ビール、嬉しいな。キリン秋味。ありがとうございます。それもちゃんともうキンキンに冷えてる。ね。持ってきていただいて。ありがとうございます。最高じゃない？新米と冷えたビールってね。ディアンドデルカのカッカーコ店オープン記念限定バッグっていうのが、ありまして。多分500個ぐらいしか作らないんじゃないんですかね。で、40ドルなんですが、それを、最初1週間は、20ドルで、販売してるということで、で、1日40個かな。1日40個限定みたいなんですよ。で、お店は7時からオープンなんですが、もう7時に行ったって買えやしない。その限定のバッグね。さっきお店の中でこう何度かこう、映したんですけど、茶色いやつね。で、最初1週間が20ドルで、その後は、40ドルになるのかな。で、そんなにそもそも作ってないんで、おそらく、まあ最初の24日、先週の木曜日かな、オープンしたのが。なので、まあ2週間ぐらい。今度の木曜とその次の木曜が11月の6日ぐらいかな。には、なくなるんじゃないかな、という話です。お店の人が言うには。お店の人が言うには、まあ2週間ぐらいでなくなるんじゃないですかねっていう。はい。それぐらい売れ行き大好調で、昨日かなんかはもう6時45分にその40個がもう1人1個なんですよ。で、並んでる人にこう整理券配るみたいなんですけど、もう6時45分、お店をオープンする前の時点でもう全部配り終えたということみたいですね。はい。なので、まあ、欲しいなと思ってる人は、11月の頭に来る人まではなんとか買えるんじゃないですかね。ただまあ、並ぶのは本当に結構早く行って並ばないと買えないでしょうね。旅行者が買うんですよね。はい。旅行者というか日本人観光客ですね。あとは日本人、こっちに住んでる日本人が日本の友達に頼まれたとか、あとは買い物代行してる人とかが買うんじゃないですかね。でも可愛いですよ。今まであったバッグとはちょっと違うんでね。ちょっと僕も買えるんだったら買いたいなと思うんですけど。今週は、ハロウィンですね。ハロウィン。ハロウィンって、10月30日かな。10月30日がハロウィンになります。で、ハロウィンの日はすごいですよ。アラモアナセンターはね、その子供たちが、仮装して、で、みんなでこう、歩くわけ。アラモアナセンター、ショッピングセンターの中をね。のびさん、先日ありがとう。ありがとうございました、ひろみさん。ありがとうございました。本当にいろいろ協力していただいて、本当に助かりました。ありがとうございます。で、お店もあるんです。で、お店も全部お菓子用意してるんで、で、チョリコチョリートつって、こう回ってお菓子をこうあげるんですよね。めちゃくちゃ可愛いですよ。はい。あとは夜、その日の夜は、ワイキキの街が、一年で一番混み合う日ですね。もう普通の格好で歩いてる方が目立つぐらいの、みんな仮装して歩いてるんで。
で、まあ、いろんなところで仮装パーティーみたいなの、ハロウィンパーティーやった、ローカルの人たちが、みんなこう、その格好で、ワイキキに集まって、ワイキキをこう、練り歩くみたいな。いつも、毎年そんな感じですね。日本の乱れたハロウィンとは違う。日本は乱れてるの？酒飲むからじゃない？こっちはほら、外で酒飲めないですからね。そこが大きく違うと思いますよ。ただやっぱワイキキの夜ね、やっぱりすごい人混みすぎてて、通行止めとかにはならないんでね、歩道は狭いでしょ。あそこに人がバーっと押し寄せるんで、僕はちょっと怖いんですね、正直言うと。すごいもう人混みがすごすぎて。ハロウィンってそもそもどういうお祭りというか、どういう意味か知ってますか？宗教的な意味合いはないんですけど、もともとはね、アイルランドのケルト人っていう人たちの、まあ、アイルランドに住んでる人たちの、まあ、伝統とか伝統行事というか、だったんですよね。で、11月の1日が、新年なんですよ。その人たちに、ケルト人にとっては新年で。で、その頃、そのあたりが全部、まあ、お祭りの期間で、で、10月30日っていうのは、まあ、日本で言うと大晦日みたいな日になるんですね。で、その頃が秋祭りも一緒にあって、まあ、秋の収穫祭も一緒にやる。まあ、今はね、アメリカとかでも、11月に感謝祭っていうのがあって、それがまあ、日本で言うと秋祭り。日本もね、秋になると、秋の秋祭りってやるじゃないですか。収穫祭みたいなのをね。で、おまけにですね、そのケルト人にとっては、その11月1日新年迎える時っていうのは、亡くなった人が帰ってくる日なんですよ。まあ日本はお盆ってあるじゃないですか。亡くなった人がこう戻ってくるっていうね、帰ってくるっていう。だそういう意味合いもあるんですね。ケルト人にとっては。だから日本風で言うと、まあ大晦日、お正月、お盆、秋の収穫祭みたいなのもまとめてやってくるみたいなすごい時期なんですよね。で、どうして仮装するかというのは、もともと今いろんな仮装ありますけど、もともと仮装するときにみんな怖い格好をしてた。ミイラだったり、まあ、ドレクラだったりね、フランケンシュタインだったり、怖い格好をしてる。で、なぜ怖い格好をしてたかっていうと、家の飾りも怖い飾り付けしてますからね。で、なんでかっていうと、その死者が戻ってくるときに、悪魔、悪い霊も一緒に人間界にこう、帰ってくるわけですね。悪い霊も。その時に悪い霊に人間だっていうことがバレないように、自分たちも悪い霊だよっていうのをカモフラージュするために、仮装するわけです。仮装してたわけです。だから、もともとその怖い格好で仮装してたんですよね。で、今はその仮装とトリックオアトリートつって、そのお菓子を子供たちが家回ったり、さっき言ったお店回ったりして、可愛い格好して。で、要はお菓子くれないとなんかいたずらしちゃうよ、みたいな。もうイベントなんです。で、これなんかね、1950年ぐらいから始まったみたいで。で、どうもね、お菓子会社、お菓子屋さんがなんか仕掛けたという話があります。で、日本もバレンタインデーのチョコレートっていうのは、あれは、どっかね、チョコレートの会社が仕掛けたわけじゃないですか。それと同じように、どっかお菓子の会社が仕掛けたという話があるんで。で、それで広がったっていうね。あとかぼちゃ、ありますよね。こう、かぼちゃを切り抜いて、怖い顔にして、中にこう、ろうそく立って、かぼちゃでランタン作るっていう。これ、ジャック・オー・ランタンって言うんですけど。かぼちゃはね、オレンジのかぼちゃね。日本にあるかぼちゃとはないんだけど、オレンジのかぼちゃは食べられないかぼちゃですからね。食用ではないです。のびさんのお宅にちびっこは来ないですね。ちびっこ来ない。要はだから、ジャック・オー・ランタンとかぼちゃのあれは、こう、悪魔笑いみたいな意味もあるんです。だから、いろんな家でね、子供たちとこう切り抜いて作って飾るわけですよ。あと今ね、ハワイに来る人たちは、こ
おすすめのお土産が、そのハロウィン用で、駄菓子の詰め合わせっていっぱい売ってるんですよね。いろんな会社のこんな駄菓子が大きな袋に入って、ドサって売ってるんで、そういうのをお土産にすると、まあハワイのものじゃないですけどね。いいお土産になりますよ。手っ取り早いお土産。というハロウィンの話でした。ねえ、もうハロウィンが終わるともう11月になっちゃうよね。11月。もう来週11月か。そうそう、ターゲットワイキのターゲットは明日、オープンかな。先週偶然のびーさんに会えて嬉しかった。はい、ありがとうございました。なんか声かけてくれた人かな。次行くときはツアー、ぜひぜひ。ねえ、ツアー来てください、皆さん。野球が野球が気になってしょうがないって感じですね。来週ツアーよろしくお願いします。はい、お待ちしてます。はい。飲み会にも来てもらって。本当にもうありがたいです。飲み会に来てくれて、飲み会の時に今度ツアー行きますんで予約してください。日本でもハワイでもお世話になってます。ありがとうございます。まーちゃんも今度、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。ターゲットはそうね、22日は一応オープンしてましたけど、一応ターゲット的にはソフトオープンですね。はい。明日がグランドオープンということになってるらしいです。名目上は。内藤さん、この間ライオンコーヒーで声かけてくれてね、ありがとうございました。ね。本当に。ご家族の方にも皆さん。ご家族の方によろしくお伝えください。さっき一遍切ったんで、3時に切れないんで、もうちょっと喋っていいですかね。野球見てる人は、とっとと野球見てください。僕も帰ったら野球見ますけどね。ありがとうございます。大谷さん好きだけど、のびさんオンリーで見てるよって。はい、ありがとう。ありがとう、皆さん。摂氏と華氏の話ちょっとしましょうか。摂氏と華氏。アメリカは華氏。FC でファーレンハイトね。で、日本は華氏。日本は摂氏か。何度 C でしょ。これがね、すごくわかりづらいんですよ。僕はもうハワイ来て20年になりますけど、未だによくわからない。今ね、この、車の温度は64度に設定してるんですよね。で、外がね、今、外の気温が86度なんです。86度。100度って何度かわかりますか？ 100 度。100度 F。100度。華氏100度。これ意外にね、覚えてしまうと簡単なんですけど、32っていう数字をまず覚えておいて、32をまず引くんです。100度だったら100から32を引くのね。そうすると68でしょ。ね、で、68、32引いて、68になったものを半分するんです。半分したら34ですね。34。で、大体それぐらいなんですけども、34よりちょっと高いんです。34に、それをプラス 10% するんですよね。そう、だから今誰か38って書いてますけど、大体それぐらいなんです。34の 10% なんで 3.4 でしょ？で34に 3.4 足すと37. 点いくつになるのかな。それぐらいですね。一番簡単な方法は。なんか正確に言うとね、9分の5、なんだっけ ?9 分の5がなんちゃらかんちゃらってなんかあるんですけどね。
例えば病院行って、こっちで病院行って、熱測って、100度ありますねって言われたら、ちょっと熱がありますね。37. 点いくつあるんで、ちょっと熱があるってことです。そう、簡単な方法でもちょっと難しいんですけど、はい、もうでも32引いて、半分して、それをちょっと、そうね、早見表。まあ今アプリもありますからね、アプリ、携帯入れといて、そこに数字入れれば、パッと出てきますから。はい。これはもう未だに僕もなかなかもうピンとこないです。ちなみに、マイルってあるじゃないですか。マイル。成田飛行機の中で見てます。ありがとうございます。この間ありがとうございました。美味しかったね、あそこ。一緒にね、美味しいお昼ご飯を食べました。美味しかったです。ありがとうございました。1マイルは、1.6 キロですね。1マイルは 1.6 キロ。で、1ガロン。ガソリン、1ガロン。こっちはリッターじゃないんだよ。で、ガソリンは、1ガロン 3.8 リッターですね。ガソリンの計算はまあ 3.8 なんで、だいたいもう4番ぐらいしたらいいんじゃないですかね。あと1パウンド、スーパーとか行ったら結構重さ表示じゃないですか。LB って書いてあるね。LB。小文字で LB って書いてある。1パウンドが、450グラムですね。450グラム。なんで、まあ僕はだいたいもう半分で考えますけどね。じゃあ1パウンドだったら、450グラムなんで、2パウンドになったら、まあ1キロ近い、900グラムみたいな。そこまで難しくないかな。450グラムなんでね。ちなみにパウンドってなんで LB って書くかっていう。ね。不思議でしょ？パウンドなのに、なんで LB って書いてあるかって。これもともとね、リブラパウンドって言ってたらしいんですよ。リブラっていうのは、ラテン語ですね。LIBRA、リブラ。リブラパウンドってで、ラテン語で天秤っていう意味なんですよね。で、天秤の重さ、昔は俺天秤で測ってたんで、重さって。天秤の重さはリブラパウンドって言ってたんです。で、それが、まあ、いつの間にか表記するときは、1パウンドって言うんだけど、表記はリブラの LB が残ってて、リブラなんです。で、LB なんですよ。ね。どうしてパウンドにしてないのかちょっと不思議ですけど、ね。リブラパウンドだったら LP でよかったと思うんですけどね。そう、LP の謎解決。はい。慣れですよ。そう。いやー、慣れないですね。慣れない。あと1カップって言うじゃないですか。料理作ったりするときに1カップ何か入れてください、みたいな。そうそう。国際単位基準から外してくるアメリカ、その通り。アメリカがおかしい。アメリカが我が道を行くみたいな。ね、オリンピックはね、マイルじゃないですからね。なのにアメリカはマイル。ワンカップって何 cc ですか？ワンカップは 200cc ですよね。はい。でもアメリカではワンカップは 240cc なんですよ。1カップは 240cc、アメリカは。アメリカで料理のレシピで1カップ何か入れて、大関じゃないっていう。ワンカップ大関じゃないっていう。そう。アメリカは、1カップ、ワンカップ何かを入れるって書いてあったら、それ240なんですよね。で、日本のレシピ本だったらそれ200なんです。
あともっとこう、紛らわしいのは、日本はお米のワンカップは 180cc なんですよね。で、お米ワンカップ入れてくださいっていう場合はあれ 180cc なんで、日本はだから180と200と2つあるんですけどね。そこはね、よく僕間違い、今でもなんか失敗するんですよ。なんかアメリカのものを作るときに、アメリカの何か買って、そこレシピやって、ワンカップ何か入れると書いてあって、ははーっつって、うちにある、こう、日本で買ってきた、こう、メジャーカップで入れてしまうと、量が少ないっていうね。だからアメリカで料理するときは、アメリカでメジャーカップを買うべきなんですよ。そうすると、ワンカップはちゃんと 240cc になってるんでね。という話。あら、いつの間にか人が一気に増えてた。減ってた。さすがに人が減りましたね。じゃあそろそろ終わりにします。皆さん今週もありがとうございました。1号 180cc ですね、りゅうちゃん。大ちゃん、元気もう来週は11月か。おー、すごいですね、本当に。来週もよろしくお願いします。来週もまた普通に、やられると思うんでね、ありがとうございました。来月はね、ちょっとグッズ販売も、久々にやりたいなと思ってるんで、また皆さん、はい、ご協力よろしくお願いします。あ、キキさん。はい、来週よろしくお願いします。キキさん、あれ、山登りますか？行きますか？はい。頑張っていきましょう。ありがとうございました。ディ&デルカ、美味しいコーヒーでした。美味しいよ。美味しくなった。最初一瞬、と思ったけど、美味しかったです。ありがとうございました。来週ツアー、土曜日予約してます？今の方は、なんか、曜日間違ってないですかね。来週は11月2日は予約は入ってないはずですけど、今、コメントされた方、ちょっと後でもう一度確認してコメントいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ですよね。日曜日ですよね。はい。びっくりした。それではまた来週よろしくお願いします。アロハ、バイバイ。